特別二等車の話。GHQ の意向で生まれた特別二等車。特別二等車の話をする前に、宣伝の一等車、二等車のお話を少しだけさせていただきます。宣伝の一等車は、寝台車、展望車並びに座席車で、主として特急列車に連結されていました。なお、マイテという場合、一等車と展望車の合同車であり、一等展望車という車種ではありません。マイテ58のように仕切りがなくて、椅子の形状が違うだけの場合、どこまでが展望室か一等室か分かりにくいのですが、一応分類上はそのように分けてありました。なお、三等級制時代は、一等運賃は二等運賃の倍、二等運賃は三等運賃の倍であり、一等運賃は三等の4倍ということになります。なお、宣伝の二等車の話も合わせてさせていただきます。グリーン車、元一等車の話。昭和35年7月1日以前は三等級制と呼ばれ、一等車、二等車を優等車、三等車が普通車ということで分類していました。一等車は寝台車の個室、並びに戦後では冷房装置付きの開放式寝台も一等に分類されていたようです。戦後のマイネ40は区分室と開放室、マイネ41は電面開放室。座席車では主に展望車が一等車として分類され、マイテとあるように、実は車両の後方展望室とその連結面寄りを一等室としていました。マイテ58のように区分がない車両もあります。他には、私の知る範囲ではマイ38が一般的で、他には進駐軍時代に使用された特別食用車と呼ばれた車両があったようです。宿泊施設などが充実していない昭和20年代の地方巡視用として活用されたようですが、講和条約発効後は復元されたり、外国人観光客用に一部が残されたようです。マイ38は後のパーラーカーの開放室同様に一人掛けのリクライニングシートが設置されているもので、もともとは旧お召し列車の5部車301、302号で、戦後の営業運転では冷房装置が設置されていたそうで、三軸ボギー車の重厚な乗り心地だったと思われます。グリーン車、元二等車の話。引き続き元二等車の話をさせていただこうと思いますが、元二等車のうち戦前に製造された二等車や戦後特別二等車が誕生する前後に製造された車両の多くが二等級制時代に格下げされているからです。当時の二等車としては客車と電車に該当するものがあります。代表的なものとして583系のような向かい合わせシートでピッチが広い固定座席のタイプのオロ40と転換クロスシートを採用したオロ41がありました。他にもあるようですが詳細は省略させていただきます。電車区間では主に横須賀線及び京阪新間で2等車が連結されていました。横須賀線は海軍士官の利用も多かったことから1000年から黒49、サル45、サラハ66頭の2等車が連結されていました。関西も京阪新間の急行電車に2等車が連結され、サラハ66、HT 車のサラハ46も街道で編入されています。GHQ による指示で2等車誕生ということでね、いよいよここからですね、特別2等車誕生の話をさせていただこうと思うんですが、この特別二等車スロ60誕生の前にですね、実はマイネ40という寝台車が製造されます。このマイネ40の話だけで実はですね、動画一本できそうなぐらいのね、いろんなそのやりとりっていうのがありましたので、それをちょっと今回はですね、省略させていただいて、まず機会があればですね、マイネ40とね、マイネ41の話なんかを少しこう掘り下げて、お話ししてみたいと思うんですけれども、当初はですね、こんな豪華車両はいらないというね、国鉄も反発した、ね、そういう時代だったそうです。ただですね、実際にマイネ40の運用を開始すると、冷房もあってね、乗り心地も良くて、非常に快適であるということで好評となってですね、それではですね、同じように3等車やね、2等車も作ろうよという話になったんですね。そこで最初に計画されたのが、2等打席車だったわけですね。そこで GHQ の、MRS ですね、当時でしたら、の運輸局にお伺いを立てるわけです。で、当時のGHQ の中のね、運輸局の見解としては、
どうせ作るならアメリカでも使えているリクライニングシートの車両を作れという指示があったそうなんですね。もともとアメリカっていうのはですね、イギリスからの移民であったりとか、いろんな形で、どうですか、移民の国というイメージがありますよね。そういうことで、階級制という概念があまりなくてですね、リクライニングシートは特別車ということでね、扱われてたわけですね。でも、ただですね、MRS の中の車両局って値度はですね、日本の鉄道の事情を考えればね、一等客車として作る以外ではないのではないかと主張しましたし、国鉄の営業局長もですね、まだまだその二等車をね、そのリクライニングのような車両を入れるのは時期尚早であると、猛烈に反対したようです。しかしですね、MRS の運輸局の方ですね、車両局じゃなくて、運輸局の方では、リクライニングシートもない時代の遅れのね、車両は認めないというね、強い命令っていうかね、そういう意思がありましてですね、結局国鉄も折れて、40両をね、発注することになったそうです。GHQ による指示でね、二等車誕生ということでね、お話しさせていただくわけですけれども、そこでですね、まず問題になったのは、普通の車よりもね、はるかに高い。当時の価格で、ね、200万と高かったんですね。で、国鉄としてはですね、一等車で運用したいと抗議するわけです。しかし、運輸局の方はどうしても二等車にしろと、強硬に反対するので、やむなくね、二等車として出場させていくことになりました。しかし、二等車だとどうしても採算が取れないというので、特別料金を徴収することとして、特別二等車ということにしたそうですね。ここでは特別二等車の誕生になります。しかし、これも特別二等車とすると、今度は運賃法っていうね、法律が当時、国鉄と縛られてましたので、その改正が必要であるとして、運輸省が反対するわけです。で、座席指定料金という名目で運用することとなり、一律100円で行くようになったそうです。当時の3等旅客運賃が5円ですので、2等は10円なんですけどね、現在の運賃に関すると2400円ぐらいが特別運賃となったのかなっていう感じですね。こうして誕生したね、スロ60と呼ばれた特別二等車なんですけども、昭和25年5月に製造されました。先も当初はですね、割高なして料金をすることでね、利用者はそんないないだろうと思ったそうなんですね。しかし、予測に反して大好評であり、結果的にですね、今度は国会の方が積極的に動いてですね、運賃法が改正されて、特別二等車料金として改定されることになったそうなんですね。で、結果的に特別二等車料金を設定できたことで、これは嬉しい誤算となって、国鉄にとってはね、この特別二等車に関しては GHQ 様々と言える結果となったそうです。なお、昭和28年当時の特別二等車料金っていうのを以下に示しますということで、ちょっと書かせてもらってるんですけども、300キロまでが250円、ね、600キロまで350円、900キロ450円、1200キロが500円、1201キロ以上は600円というね、振り分けになってます。今から考えればですね、600キロは東京、大阪からちょっと超えたぐらいですね、わかるんですけども、1200キロ、だって博多ぐらいまでかな。だから逆に言うと東京から、鹿児島中央までね、乗り通すと新幹線じゃなくて飛行機で行くと思うんで、今から考えればですね、そういう飛行機とか、そういうね、多分交通機関がなかった時代ですんでね、これは妥当な数字なのかななんて思います。スロ60型特別二等車誕生ということでね、お話をさせていただくことになります。当初ですね、GHQ の方がね、40両の車両を作りなさいというね、命令が出たわけですけども、これに基づいてですね、国鉄では街道名義で、スロ60がね、24年度予算を持って30両、内訳は大井が8両、大宮が22両、ね、で車両会社において25年度予算で10両、24年2月に繰り上げ発注したそうですけれども、で申請されることになったとされています。なお当時のですね、リクライニングシートは、米国でね、使用している方式の一つを、そのままね、取り入れ、ここに小糸車両の会社の新考案を加えて、同社で製作した腰掛けを購入の上、原車に取り付けることをしたというふうになっています。ただですね、この車両製造会社向けの発注の方なんですけども、予算がどうも折り合わなかったそうで、最終的には国鉄工場で改造して、スロ61として誕生します。ただ、営業運転前にですね、結局予算的には新車で導入しているので、改造番号の60を使うのは具合が悪いということで、スロ50という名称に変わります。
で、スロ50の方は実は日本人向けとしてね、若干の仕様変更がありました。この辺も機会があればですね、私は詳しくお話しさせていただくんですけども、簡単に申し上げますと、スロ60は外国人観光向けということで、シートピッチが1250ミリだったんですね。で、それの当時の日本人の平均身長から考えると、1250ミリというシートピッチは長すぎるということで、1100ミリにちょっと短くします。で、1100ミリということで少し縮めて、定員を44人にするわけですね。で、その後ですね、1100ミリは狭いということで、最終的にですね、国鉄の標準のシートピッチというのは1160ミリに落ち着くわけですけども、これはちょっと余談なので、また機会があればですね、この辺のお話は詳しくさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は宣伝の1等車、2等車並びに戦後 GHQ の指示により誕生した特別2等車について導入前の経緯をお話しさせていただきました。次回は車両の変遷、スロ60、スロ50、51等々、車両のお話などをさせていただこうと思います。なお、今回は GHQ 関係の話などは、桜木町日記を参照させていただきました。